初デートにおすすめなのは富士急ハイランドじゃなくて吉本新喜劇だったっていう新事実。Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long shot. 今の言葉を聞いて9割の人がこう思うと思います。発音めっちゃいいな。でも残念ながら今日は英語のレッスンではありません。今日のトピック、それはコメディです。私はコピーライターでちょっと珍しい職業なんですけれども、もっと珍しい趣味をやっているんです。それはスタンドアップコメディ。皆さん聞いたことありますか？これは欧米でポピュラーな笑いなんですけれども、こういうふうにステージに立ってマイク一本でお話ししながらお客さんを笑わせるような話芸になってます。ちょっとこう説明してもわからないと思うので、百聞は一見にしかずということで、実際に英語ちゃうわ、動画ご覧ください。Middle-aged male's name. I wonder that too. You don't name a girl Greg, or you don't name a baby Greg. It's born. Most white male become a Greg when they turn 40. こういうふうにステージでもやってるんですけれども、普段からネタを考えたりプロの人のパフォーマンスを研究したりして日々お笑いと真剣に向き合っているわけですよ。会社員なんですけれどもね。そこで気がついたんですよ。笑いっていうのはこのステージの上だけじゃなくって人生の中でも効果的に使われているなっていうことに。で、今日はそういうお笑いの力を3つ皆さんにお話ししたいと思います。まず1つ目、つながる力。これは誰かと仲良くなりたい時に使える力です。つまりどういうことかというと、ちょっと例を話したいと思います。小学校の時のお話なんですけれど、私小学校2年生の時に大阪の学校に転校したんですね。で、こう見えてハーフなんですけど、転校生だし、なんか見た目もちょっとウエンツ瑛士みたいな感じで、皆さんもうちょっと笑っていいからね。でもダブル浮き要素満載。これちょっと、親とかいじめられるのかなみたいな心配したんですけれども、もう私一瞬で馴染めたんですよ。これは私がすごいからとかじゃなくて、まず前提を思い出していただきたいんです。ここは大阪で、大阪のカルチャーっていうのは一般的にこの会話の面白さを重視しますよね。で、極論オチがなければ会話じゃないっていうようなところがあったので、つまりスタートは一緒に笑うことから始まるんですよ。で、笑いの共有、これが友達作りにすごく役立ったんですね。シェアードラフターという言葉があります。共有する笑い。ある大学の論文によると、笑いを共有することは一体感を生む力があるんですって。片方だけ笑ってるとそれはなんかいじめみたいになってしまうんですけれど、同じことに対して一緒に笑うことで私たち同じ価値観を持ってますよねっていう確認になって関係をもっと深められるんですよ。つまり初デートにおすすめなのは富士急ハイランドじゃなくて吉本新喜劇だったっていう新事実。ご活用ください。で、2つ目、聞かせる力。話をちゃんと聞いてほしいときに使えます。で、これはね、アメリカ人に学んだんですけれど、アメリカの大学に進学したんですね、私。で、その年ちょうどオバマが大統領に就任した年で、オバマの就任スピーチを聞いてたら、この人政治家のくせにめちゃめちゃジョークを挟んでくるんですよね。で、アメリカ実は政治家だけじゃなくて、よくよく聞くとなんか大体みんなスピーチにジョーク挟みがちなんですよね。なんか入学式でも結婚式でももうお葬式でもこの人たちジョークバンバン挟んでくるんですよ。で、私気づいたんですよね。この人たちすごいただ陽気な人たちなんじゃなくて、実は戦略的にユーモアを活用してるんじゃないかと。で、大学の授業にしかもね、
パブリックスピーキングっていう科目まであって、でそこではこうプレゼンとかでなんか使えることを教えてくれるんですけど、このスピーチにユーモアを織り交ぜることが非常にベネフィットがありますよって教わったんですね。でそれはね、なんか聞き手を引きつける力があると。他にもいろいろベネフィットあるんですけど、それすごいなと思ったんですよ。真面目な話でも耳を傾けてくれるようになる、今日みたいなことですよね。でこれって結構こう強いリーダーが使う技なんですって。なのでこう組織のトップにおすすめ、校長先生とかうちの会社の社長とか、もうちょっと話面白いといいですよね。これ明日クビかな。で3つ目が愛される力。これはね、好感度を高めたい時に使える技なんです。でこれはちょっと仕事の体験談を例にしてご紹介したいと思います。CM のお仕事なんですけれど、商品がキウイフルーツ、皆さん食べたことあるかな。でキウイフルーツってお店で並んでてもなんかリンゴ赤、バナナ黄色、そういうのと違って茶色でなんか地味で目立たない、困ってたんですよ。で私たちまずちょっと愛着持ってほしいなと思ってキャラクター作ったんです。キウイブラザーズっていう。でじゃあキャラクター作りました、 CM のストーリーどうしようかっていう時に、そこで使ったのが自虐の笑いっていうものなんですね。であえて CM でキウイってじゃがいもに似てるよねって言及しちゃったんですよ。でこういう CM ができました。新しく入ったキウイです。キウイって俺らより食物繊維多いんだね。あと葉酸とカリウムも。パッと見じゃがいもだけどやるね。じゃがいも。見た目は地味でも栄養いろいろ。キウイはビタミンだけじゃない。はい、いかがでしたか。なんかちょっとキウイが身近な感じになりましたよね。距離が縮まったというか、これは共感性が高まっているんですよ。ある調査によると、短所、ネガティブな情報を自虐のジョークにすることで、実はそのネガティブさがなんか軽減された印象になるっていうのもあるんですよね。でもこの自虐っていうのは使いすぎるとなんかうざがられてしまうので、自信がある人がやるからこそ面白いんですよ。でキウイブラザーズたちももう自分たちの栄養と甘さに誇りを持っている自信のあるキャラクターだったのからこそ成り立ってるんだなと思いました。で最後にこう笑いっていうのは誰かと仲良くなれたり、興味を持ってもらえたり、好感度を上げたりすることに使えるんですけれども、でも個人的に一番重要だなと思っていることがあって、それはこう世の中がちょっと違って見えてくるっていうことなんですよ。で皆さんジョークを、このスタンダップのジョークをね構成するものって何だと思いますか。それはね、あるトピックに対する予想外の視点なんですよ。日本語で言うと多分こう振りに対するオチで、笑いを作るのはこのオチの斬新な視点。じゃあちょっとここでも体感していただくということで、短いジョークを一つお話ししますね。最近私すごい気になってることがあって、パスワード忘れた時の秘密の質問ってあるじゃないですか。あれって全然秘密じゃなくないって思ってるんですよね。なんか一番の思い出は、親友の名前は、いや誰が知ってもいい情報やんそれ。本来ならその質問って一番の黒歴史はとか、元彼の名前は、こういう思い出したくもないことを質問にしちゃうことで、こう安易にパスワード忘れてしまったって後悔させるべきだと思うんですよねっていうジョークなんですけど、これをねどうやって考えたかというと、普段結構面倒くさいこととか嫌なこと探して、例えばその秘密の質問の質問って本当どうでもいい質問だなって思っているようなことで、それにこうインサイトとして人間には思い出したくない過去があるっていう、そういうなんかヒューマントゥルースみたいなものを織り交ぜていったんです。でこの動画の最初に私が発音よく言った言葉覚えてますか皆さん。
人生は近くで見れば悲劇だけど遠くから見れば、コメディだっていうこの言葉、悲劇的なことも視点を変えるとコメディになる。こうやって毎日生きてると人生ちょっと楽しくなると思うんですよね。この動画も多分見てるの私のお母さんぐらいだと思うんですけれど、お母さん見てる。視聴回数がねめちゃめちゃ低くてもそれはいつか笑い話になるっていうことですよね。今日はありがとうございました。